うなぎに対する考え方は全然違う。これですね。これが親の知ってます。じゃあタレ入るね。基本は和食ですから、ああ、うなぎ屋は和食の考え方として。作りで言ったらば、和食っていうのはお寿司屋さんもそうだし何でもそうだけど手間仕事じゃないですか、ベースが。はいはいはい。うちだって本当に営業時間は1時間か2時間か3時間しかないんだけど、朝からずっと仕込まなきゃいけない。この時間からやってるわけですよね。職人の部分も必要だし、経営者の部分も必要です。お店やるために。わかりますわかります。その両方も兼ね備えてないとダメだから、うん。どっちかが欠けててもやっぱり弱い。あ爆発ですよ。あ、爆発。ちょっと親父もいるけど、経験には勝てない。これかば焼きをつけたやつなんだけど、自分はもともとボッカが好きだから丼ってこんぐらい短いんですよ。それで結構串打ってるところ多いですよ。もうちょっと短いですね普通は。そううち全部ボッカで打つから。それは自分が仕事しやすいから。で1本あたりのうなぎの量が多くなるんですか？多いですね、多分深よりは。串が長いから。それはなぜ多いかっていうと、串が長いというよりもオフレコで串食べてて、うんその串のどのくらいうなぎ使われてるかってお客さん見ないですもんね。見ない。たださ、結構高いじゃない、うなぎってさ。高いです高いです。値段がさ、はい思ってるよりもね。だからさ、その高い値段で食べるんだから大変でしょ、食べる方ね。はい、そうですね。焼き鳥とわけ違いますからね。そう、そこがね、やっぱりうなぎ屋さんだからさ。はい。でももう十何年行ってんだったら、もう逆に下手なうなぎよりも詳しいんじゃない？一応でも知らない体でこう聞いたりしますんで。そうだよね、一応ね、相手があるからね。毎回見てる人は初めてだったりするんで。うちはそんな気持ちなくて大丈夫ですから。こういう、なんていうの、こういうのに綺麗なんですよ。今度かけんとしますね。あとはね、一応ね、他のうなぎ屋さんより多分太も使ってると思いますよ。なんか4P とか 5P とかそう素晴らしいですね。そういうので注文してるんですか3.5なんです。3.5P。だからもうほとんど3点に近いから。大きいですね。そう。まあ確かに見てても太さが。そう、全然太いんですよ。はい。
よろしくお願いします。今日はお願いします。切り込んだ時に目で見る重さなんですけど、はい。その重さに合わせるからこうやった時にこう取って中抜きしてこう取る、これがあれですよね、普通でいう竹というサイズになるんですけど、竹なんだ。ああ、大きいですね。そう、その時にこう目で見て中抜いてグラム揃える。おお。でこれが今度ランチの丼の抜いたやつがね、はい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 。そう、それでランチの丼にも満たないやつはこれが串もになる。ああ、短冊みたいな感じ。そうですそうですそうです。うちの場合はね、あとはこの枚数が揃ってる時は、はい。もう串もは別にこうやって無垢のうなぎをそのまま使う。ああ。じゃあその一瞬で考えながら切っていく。そうですね、これだけはもう慣れですからね。ああ、すこの枚数見ながらこっちの枚数でこれをどんぐらいをベースにして作るかですから。ごい。今日どのくらい出るかなみたいなことも考えてるわけですよね。そうそうそう、あと残数とああ、その時のうなぎの量がそう。一応2種類しかないんですよ、ベースが。かば焼きの話ですか。そうですそうです、はい。だからその2種類を切り込んでそれの組み合わせになりますから。うーん。この丼はそうですそうです、いいところの。いいところっていうか、要するにこう一本のうなぎに対して真ん中というか。中抜きしかできない、なんていうの、こういいところ悪いところっていうよりも、はい。こうやってこう取るから中抜かないと抜くところがない。あそうしないとこれが取れなくなっちゃう。あ、竹が。そう、竹の枚数をある程度先に確保してからやるから、これがベースになってるんですよ、へえ。自分の切り込みのベースは。それでこうやってわざと中抜いて、中抜いたのがこういう形で丼になる。丼になる。そうそう、これがランチの丼になる。それ足りない時はこっちから普通ので補っていく。こういう感じである程度欲しい枚数を揃えていく。それで残ったのが串門に変わる。で串門も足りない時は初めから本数残す。はい。串門の分でね。で今日の串物はこれとこれとこれだけ残ってればいいだろうっていう目安で。おお。それでこのうな重のこの丼の方もはい。目で見て切ってるから、今日が残数が残りがいくらあって今日は何枚足せばいいかなっていうおお。目で切るだけですね。こんなもんですよね。ありがとうございます。要するにこう 5P が基準なんですよ、うなぎって。はい。で 5P だと2つに切ってちょうど竹なんですよ。なるほど。なるほど。で 5P を3つに切って2つで梅なんですよ。あこれが重さの基準なんですよ。あ。
3.5P だから長抜けると。そうそうそうで 4P だと竹を上の3分の1ぐらいを竹にして残りを丼にして今度逆に尻尾の方を残して尻尾の方を多くして尻尾の方と上とで竹を作るそれが基準だから 3.5 だとその大きさがしたら中抜きしなきゃいけないんでどうしても中抜くしかないその重さが欲しいじゃないですか重さ欲しいです、ね、形と重さがこの、まあ、180から200ぐらいのベースで切ってるんですよ、はい、その重さが必要だからどうしてもそうなるガッツが余裕よくするからはい。竹串の方がやっぱやりやすいんですか？いやっていうか竹串なんてダメ。ダメなんですか？他の串はダメ。ダメなんですか？鉄のは、はい、うなぎに当たりが悪いから。竹のが柔らかいからうなぎに対しての当たりが一つなんですよ。もう一つは、はい、火鉢乗ってる時に、はい、熱くて持てないから手袋しなきゃダメなんですよ。鉄だから熱伝導しちゃうから。はい、でそうすると手袋してると微妙な感覚が手が分からないから慣れだから初めからそうしたらいいんですよ。ああ昔からね。そう初めからその金串使って打ってりゃいいんだけどさあと金串今言ったようにこう柔らかくないから蒸した時に出す時にどうしても金串のこうなんていうのこの周りにこれはついちゃうんですか？なんつったらいいか竹は水分吸ってうまく馴染むっていううなぎとだから金串は馴染まないからベースはどっちかというと地焼き用には向いてるよね蒸さない焼きが蒸すのにはやっぱり向いてないかもしれない、まあ、それはその人の考え方だから、ね、自分の思いがそう思ってるからじゃあ関西とかだと金串が多かったりするのかな？そうです蒸さないから雑に打っても大丈夫。雑に打ってもそう言葉は悪いけど、ね、ただこうやっぱり見直してみます。蒸すのはちゃんとこう串が打ってないと蒸せないから。だからこれがしっかりうまく打ててればうまく蒸せるしうまく蒸せるってことはうまく色がつくし蒸せてないと色付きが悪いんですよ。タレの色付けってことですか？そのタレをうまく、ね、乗せてあげるためにはしっかり蒸してないとダメなんです。奥深いですね。だから全部が一貫してちゃんとしてないといい仕事にはならない。全部が一貫してるためにもどうしたらいいかわかんない。それが難しいですよね、仕事は。一つだけ引いててもダメなんですよ。なるほど。大きいところだったらみんなブロック別でうなぎ切る人串だけとかみんなそうなってるんです。なってました。それでいいんだけど個人店はそれはなかなかできないから全部やりますよね。そのためにはトータルで全部ちゃんとできないとちゃんとした製品にならない。問題はそこですよね。いいとこと悪いとこみんな持ってるからさ。まあそれはね完璧な人いないですから。ね、ただ今言ったように言葉で言ったら信頼は必要。一番信用してるのは俺この子だから。すごい。だから一緒にやっていける。出なかったらなかなかやっていけないしよ。俺はもう60過ぎてるから70だから。そう67だから今。67。その人間がひねくれてるからね。信用してないやつがいっぱい仕事できない。何にしてもやっぱりこう人間ってさイライラするじゃない、はい、でも信用してるからねっけにお前言ったことあるよな。ありますね。そう俺この子とも4年だけど、はい、一番信用してるのはこの子だった。すごいです。本当にそれだけは信用してる。
何でも大してもいい悪いは別だけどね。いいですか、いいですか。信用してる一応だから仕事しててもさ、はい根っこで信用してるから楽は楽だよね。ああ、まあね、そんな考えなくていいですからね。そうそう、何があってもさ、なんかうるせえと思っても何してもうるせえと思っても根っこで信用してるからはい。その部分が強いから、それはね、俺の今までの意識がなかったの目だから。これは串巻きですね。串巻きですね。そうですね。はい。これもグラム決まっ、うなつの場合グラムが決まってるんですよ。十何グラムとか一本の串に。これはその YouTube で山本が言ってたし、ね、半着串打ってる時なんかぶどう丸の重さの問題とかなんですけどよく見せられてる。そうそう肝心なところだけは見て肝心なとこは見てるそうそうまあそうですよね。同業の人が見たらうんそう見るとこね違いますけどね。そうそう時間を見てらっしゃるんでしょそうですそうです。被害っていうのはこの炭の時間を帰る時間気にしてるわけじゃないですか。早い早い。ドルです。返してくれよっていうの。昼僕はなんか煮たり強我慢とかやりますけど、うちはそんなことしないです。エラといらない骨だけ取って、あとはちょっと骨を細かく叩いて、もうあとそれで全然大丈夫なんですよ。はい、後でくっつける。叩く。叩きます。今からですよ。見せてくれるから。あざます。普段ね今もうあまり仕込んでないんだけどさ。いいですか。ここ先落として終わって、これエラと骨がついてる、はい。ここに真ん中にぶっとい骨が入ってて、ここにエラと骨が、はい。これが口に当たるんですよ。口に当たると美味しくないんで、これをこういうふうに取れるんですよ。これがこんな感じで、ここにぶっとい骨が入ってますんで、これをうちではもう支えちゃう。砕きます。こんな感じ。そしたらもうこう骨砕かれてるんで、はい。食べた時にそこまで口に当たんないんですよ。初めて見まはい。うなてさんとか多分これ思いっきり煮えるんだと思うんですけど、動いてるんですよ。
で怪我したりしないんです一度もないですね。か？一度もないですか？はい。これもうずーっとってんで慣れですよね。叩くと指の距離が近いんですけど、怖いですよね。はい、よく言われるんですけど、一回も食ったことないです。このぐらいの距離なんで、1センチぐらいしか離れてないんで。力も入ってるし。はい。今日のね、硬いですからね。硬かったか硬い。硬いよ。身も硬いと骨も同時に硬いですよね。こんなもん。そう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 。普通の黒いのかな。身と骨のすごいです下です。作り方。はい。ここじゃないですか。ひっくり返して、身と骨の下。このうなぎ屋さん見たら喜ぶんですいいですか？あ、全然いいですよ。はい。全然これ大丈夫なんですよ。ちょっと骨やっぱ骨ですから。これで1本。だいたい7匹ぐらいですね。ね、はい。使いますね。ボリューミーですよ。あんだけやってだって2、3本しか取れてないですよね。そう。こんな感じです。これがカブトなんです。おお。はい。なんでこれってなると思うんですよ。これ下入ります？入るよ。いいよ。そこの時いいや。うなぎ屋さんっていうのははい。煙を食べさせる商売。へえ。昔からよく言うのはね、はい。それでこの色つけるときにはい。煙が出るじゃないですか、タレかけるときに、はいそうするとその時の一番ベストな状況はスモークと一緒のああ。そういう形ができればベストかなってやつです、いぶしてる。そうそう、代わりにだから煙出ないのは出るっていうのはある意味ではこうスモーク的なところもあるんですよね。だからもう昔の先人の人たちが
いろいろ考えてね本当に昔からそうただその代わり昔から考えてるから進歩はしてないんですよね。ああうんまあ伝統守ってるわけですよね。まあ、言葉はそう言うと聞こえいいけどそれ以上の究極ができないんでしょ今の人たちは。まあもうでも完成されちゃってるんじゃないですか。そうだと思うよ多分ねもう本当にすごいですよね前の先人たちのその食に対する考え方とかうなぎに対する考え方は全然違う。これが全部ランチ用ですから。普通は食べれないですよこんなの。そうランチはね価格もそうだから相当得だと思うんですよね。うなぎを食べたいんだったらねはいランチは本当得だと思います。お得ですよね。得だと思います。だからお客様はこう見た目を気にするじゃないですか。はいそうするとうちの場合はさっきも言ったように 3.5 使ってるからはい太いんですよ。太いってことは例えばステーキに換算したらヒレなんですよね。テンダーロインとサーロインの違いで見た目はねサーロインのこうでっかいけどグラムで言ったらテンダーロイン固まってから重たい、はいそれと一緒なんですよ。そこの差なんですよね。だから見た目は確かにそんなこうガッとは見えないけどランチもねただ食べると食べ応えはある。暑いしね暑いからいいですよ。親父と本当の創始者とずっと仕事してたから運が良かったですよね。いろんな細かいこと本当のことを教えてくれる。まあ本当も嘘もないんだけどちゃんとしたただこうやって串打つんならこうやって串打てって教わるだけじゃないみんなその理論理屈をちゃんと教えてくれるから、ね、どうしてこうなるああなるの理屈を教えてくれるから随分勉強させられましたよ。死んだ親父さんっていうのはどなたにあったうな鉄の創始者です。そうしたそうベースがねやっぱりこう串門のまず仕入れのルートがつかめないじゃないですかね。何でもそうだけど仕入れのルートがつかめないのが一つとあとはねやっぱりこううなぎ屋の癖してそういう飲み屋を併用してやろうっていうね言葉きれいに使うと割烹ですよね。はいいいじゃないですか。ねだからそれは大事なんですけどはいただそのうな鉄のそのちゃんとしたことを知ってる人はもう今何人もいないんじゃないですか本当の話は。ねもう常澤さんが亡くなってもう何十年も経つからねもう自分が20歳の時にただのじじいですからね。それに随分教わりました仕事は。いやたまたま運が良かっただけですよね自分なんかはね今考えるとですよ。その時はもうこんなじじいと毎日一緒に仕事してふざけると思ってそうもうねやっぱ20歳だから反発するじゃないですかね。偉そうに言ってさクソじじいって思ったけどおかげさんでねそのじじいのおかげで今飯食ってるから。中野の親父はよく自分のことを一番弟子って言うんですよ、親父の中でね。確かに一番面倒見もいいし一番可愛がってもらいましたよ親父にはね。すげえ大事にさ今はすげえ大事にしてもらってますよ親父はね。その頃はまだ親父も俺より4つ上だから若えからね。あそうかそんなに変わらないとか。そうでもいまだに逆らったことは一回もないですね自分が自分でお店やっててもああでもねこうでもねっていうかしょうがないから聞きますよね。でもねもう親父はね、はい、俺にはないものを持ってるから素晴らしいですよ。それはねみんなそうじゃないですか。あの人はねすごいですよ。面倒見いいですよ。ほんといい親父ですよ。うなぎの奥も深いけどいろは亭は親父と自分のやっているいろは亭は多分うなぎの中のいろんな知識とか技術とかだったらトップクラスだと思いますよ。それが表に出るか出ないかは別なんですよ。
何でもそうじゃないけど、トップクラスだからってすごいわけじゃないじゃないですか。ラーメン屋さんだってね、すげえって言ったってすげえとか大してうまくねえし、それと一緒だから。大将じゃなくても人気の店もありますからね。そうそうそう、結局それ、そう自分がお店やってた時もそう思ったんだけど、手を抜かないでうまく作って当たり前ですよね。その次の技術なんですよ。その次の技術は何かってことですよね。だってもう和食だから手抜いたらまずいのすぐ味に出るからね、手を抜かないでやるだけなんですよ、一つ一つを。もうそれしかないんです、この技術に関してはね。というのは儲けりゃいいってもんじゃないってよく言うじゃないですか。還元することも大事なんですよ。そうなんていうの、金儲けだけの問題だったら違う商売すればいい。その差でしょうね、多分ね。まあただもうさっきも言ったけど和食だから、和食は手を抜かないでまめにやるしかない。それがもうそれだけは確か自分の持論ですね。串打ちなんですか。これはうな重の一番小さい梅用ですね。それとか白焼きの白焼き中腰とか全部使えます。夜用と。夜用ですよ。でも昼もこれが2250円のもう超お得なうな重。さっき見せてるんですよ。はい。生だとでかいでしょ。はい。すごいです、なんかこのお二人で串打ってるのすごい見応えあります。もう流れ作業ですからね。ね店長。はい。店長。これが偉いんですよ、親虫。これが命です。どういうことですか。この親虫がしっかりしてないとうなぎとしては成立しない。あ、そうなん。その一本目が大事ってことですか。これです。これが親串っておお。もう親がしっかりしてないという話。人間と一緒です。名言もうその通りだと思う。店長いいこと言った。なんかちょっとこうカットした方がいいと思う。使っていいところです。怖いんですよ。違うんですか。違うんです。本当はね。本当は。本当はね、焼き物でもうちょっと強火じゃないとね。今ここを強火にしようってことですか。そうそう、今強火にしてる。これで本当のうなぎ焼く時の火っていうのは色つけるって言うんですよね。はい。色つける時は灰がかぶった状態が一番いい。あこれで白入れる時は一番温度が高い時。あ。はい。その差があるからうなぎ焼くね。だからこう生でうなぎ焼く時はもう高い高温。それで今度色つける時は低いような色をつけます。いきます。全部生ですごい。こんな感じですかね。これで全部ね、8種類になりますね。おはようございます。すみませんね、一度に焼くのも大変ですよね。全然。全然火鉢はそんな生意気なこと言ってるけど、乗せるのは火を作るのは自分だけど焼くのは君だよ。ああ、深いですね。深いでしょ。深い。作るのが大変じゃないですか、だから。それはやっぱ経験値しかないけど。経験値しかない。
レバーと白がそうこれをねなんか塩塩と焼きにしてるんですよ、ね、あとのはみんなタレ入る普通のレギュラーでやるやつがねはい韓国もそうですね昨日はこのニラ玉があるからこれを下にして先に全部飛ばすあ上に向けると全部自分かぶっちゃうあとは打つ時はこれ見れば分かるけどわざと全部揃えちゃうへえこのニラ玉をこうやって生見てもらうことで全部ニラ玉が揃あって同じラインにへそうえすると1回で火入れた時に1回で全部のニラ玉を潰せるからあそうですねそうすると自分にかかってこないなるほど、そう教えてもらわないと分かんないですねそれはねすっごい自分で言うのもなんだけど結構技術いると思いますへえだって同じ大きさじゃないじゃないですかはいはいはい気持ちたいなそれ同じところに全部同じものを揃えるんだからそれだけのやっぱり技術があって自分は思ってますよねあそうすると手返した時にニラ玉がこっちに飛んでこない他のものにも移らないあはいはいはいそう大事ですよねそうそうそう、そういう味がね細かいこともね結構大事なんですよこれはねちょっとねなかなかね難しいんです難しいですねそうそうそう言うのは簡単なんだけど兜はね、うな鉄は圧力釜に入れるじゃないですか、はいね、あれはうな鉄独特のものなんですああそうなんですかあれの駆使する技術も相当高いんです叩くってなんかするのは簡単なんだけどあれをちゃんとこう明確にポイントも決まってるんですそのポイントに打たないとあ圧力釜入れるからみんな落ちちゃうんですよあなるほどなるそれも技術ですだから門外不出でしょ多分ほど分かんないあれそうですねこう引っかかるとはいだから他の自分のついた頃他のうなぎ屋さんははいこの形しかできないあ真似できないくちばしを落としてこう打つんだけど、はい打つところのポイントが決まっててせいろに入れる時間とせいろの中に入る水の量といろんなもの技術がうな鉄だけのものだからうな鉄はすごいんですよいろは亭さんとか店長はそれもできるんですもんねでもちろんそれがもともとガキのはい頃から、やってたわけですよね叩くのもこうあんなにやっても桜の木で木のまな板でへ10キロの10キロあんなもんですかないと出る重さも全然違うからあそうかそうかそうだからそれをずっと小僧の仕事なんですあ入った時に一番やらされるのはそれなんですへえこの兜の叩くのとだ串打ってあと焼くの白焼きっていうんですね兜のそれも初めの小僧の仕事だから全部やらされるんですよだからあれができるのはやっぱりうな鉄の人間しかできないああこれタレも肝とあれで分けてるんですかとりあえずこちらの方が身用の身だけのタレにしてますそれでこっちは串だれです串だれだから本当はなんか串だれ全部こっちも串だれでいいんだよって言うけど、はい俺の考えは生のうなぎを入れるとタレは良くなるんですよへえわかるかな要するにこういいものを入れてあげれば良くなる悪いものを入れたら悪くなるあタレだからそうするとせっかく生のこの身のいいやつをこっちに入れてやった方がいいんだと思っての自分の考えタレも作ってるってことですそうそうタレはもう自分でもう作っていくしかないからね割合はみんな決まってんのよ大体うなぎのエキスを入れてるってことですよそう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 だからそういうのがやっぱ細かい話になるとそういうことも加味してこなきゃいけなくなるからだから本当もうそれはもう目に見えない話じゃないですか分かんないです分かんないですそうそう細かい話だからさ大きいわけなんですよこれをもうすいません。
た目が分かるんですよ。釣り合い帳と何があるのか分かんないんですよ、みんな真っ黒になっちゃうから。塩だから別にしました。はい。これが塩でレバーとレバーと白バラっていう白バラ。イラギの身だけを、もうこれでめっちゃなってましたね、白バラね。はい。これはこれがカブとカブと串巻き、串巻き、短尺、半熟、皮、皮、ヒレ、ヒレ、肝です。肝です。はい。ありがとうございます。美味しかった。お待たせしました。なのね。ありがとうございます。